夜の銭湯には独特の静けさがある。タイルの隙間に響く足音、湯気の向こうで揺れるシルエット。街の喧騒から離れたその場所は、どこか時間の流れさえも違って感じられる。常連の老人たちは早々に引き上げ、若者たちもスマホ片手にそそくさと帰っていく。そんな中、今夜は一人、40代半ばの男が遅くまで残っていた。彼はこの銭湯に通い始めて数ヶ月になるが、いつも最後まで残ることはなかった。しかしこの日は仕事で遅れ、閉店ギリギリに駆け込んだ。フロントの女将がのれんをくぐるのはあと5分だけねと笑って送り出したのが、ついさっきのことだ。脱衣所には誰もいない。湿った木の香りと、かすかに残る石鹸の匂いが鼻をくすぐる。浴室の扉を開けると、湯気がふわりと全身を包み込む。その奥で、彼は不意に気づいた。誰かがいる。風呂桶を使う音、シャワーの水が床を打つ音。だが姿は見えない。曇った鏡の前に立っても、そこには自分以外の影は映らなかった。気のせいだと自分に言い聞かせ、湯船に身を沈める。じんわりと身体に広がる熱が、今日の疲れを流していくはずだった。だが、耳に飛び込んできたのは、かすかな歌声。女性の声だ。昭和の夏メロのような、どこか切ないメロディー。男はそっと顔を上げ、湯気の中を見渡す。誰もいない。けれど声は、確かに近くから聞こえていた。のれんの向こう来て。今度は言葉だった。か細く、しかしはっきりとした呼びかけ。のれん。この浴室に、のれんなどあるはずがない。だが視線を上げると、いつもは見えない壁の奥、湯気の中に揺れる布が見えた。男は立ち上がり、裸足のまま濡れた床を歩いた。のれんに近づくにつれ、心臓の鼓動が早まる。誰かいるのか？返事はない。ただ、のれんの向こうから湯気が流れてきた。布を手でかき分けると、そこには見慣れた銭湯の構造とは異なる。古びて浴室が広がっていた。明らかに昭和の風景だ。タイルの色、風呂桶の形、着物姿の女性たち。時代が違う。彼は呆然と立ち尽くした。そしてその中の一人が、こちらを振り返った。見覚えがある。写真で見たことのある顔はかかりし頃の、亡き母だった。ありがとうまた、おいで。その声を最後に、目の前の景色はすっと消えた。気づけば彼はいつもの先頭に立ち尽くしていた。のれんなどない。ただの壁。音もない。湯も冷たくなっていた。男はふらりと脱衣所へ戻った。フロントには誰もいない。時計を見ると、閉店から1時間も過ぎていた。女将が消すはずの電灯はまだついている。彼は最後に、フロントの机に置かれた小さなアルバムに目を留めた。表紙には、銭湯と共に生きた人たちと書かれている。ページをめくると、そこには若き日の母が、女将と並んで笑っていた。